ペンネームねずみさん、40代の男性からいただいたお悩みです。はじめまして。悩んだ時に一問一答の動画を見て自分自身を鼓舞しています。世間がコロナウイルスで自粛をしている最中、ゴールデンウィークの間に父が亡くなりました。もともと腎臓が弱く、帰省のたびに弱っていく父を見て、そんなに長くはないのかなと思っていました。亡くなる10日前に脳出血で搬送されましたが、手術は終わったと家族から連絡を受けて安堵していたら、しばらく経ってから親と同じ県内に住んでいる姉から連絡があり、父が亡くなって葬儀が終わってお骨が家に帰ってきたと。数日前に母親と電話した時に、そんなに長くはないかもしれないから覚悟しておいてほしい。急いで帰ってきてもコロナウイルスの影響で病院には立ち入れないから、お別れの時に帰って来いと言っていたのに、通夜にも葬儀にも参列できず、親の骨を拾うことができなかったのがとても無念でなりません。自粛がまだ続いている中で、母が周りの人を気遣い、私自身に対する誹謗中傷があるかもしれないことを気遣って、あえて葬儀が終わった後にごめんなさいと言いながら連絡をくれたことを頭では分かっているのですが、気持ちがついてきません。震災で流されて家族のもとに遺骨もない方に比べたら幸せなのかもしれませんが、父親の遺骨を拾えず送ることができなかったことを引きずっていくと思います。時間が解決するしかないのでしょうか。果たして正解はあるのでしょうか。大御正様のご意見を聞かせていただけたらと思います。お釈迦様が説かれた八正道という教えがあります。苦しみを手放して安心を得るための8つの正しい道、これが八正道です。この八正道の中に正思惟という項目があります。正思惟、正しく考えるということですね。で、正しく考えるというと、多くの方が正しいとか正しくないっていうのは人によってみんな、ある人にとっては正しい、ある人にとっては正しくない。みんな判断基準が違うじゃないかと。何が正しくて、じゃあ何が正しくないのか。そんなことをおっしゃるんですが、仏教では一つ一つの言葉に対して非常に厳密に定義をしています。で、その定義を知らないと言葉が一人歩きしてしまうんですね。で、この正思惟ということ、これは何が正しい思惟、つまり考え方なのか、何をもって正しい考えとするのかということなんです。で、これはですね、貪瞋痴という欲、怒り、そして愚かさを離れて物事を考える。物事を思惟する。これが正しい考え方。自分の欲にとらわれたまま何かを一生懸命考える。それはその人都合の自分の欲を考えた正しさであって、他の人からしてみれば当然正しくないわけですね。なので仏教ではね、この欲を離れて考える。その人が非常に怒りを持って何かを考えれば、当然その人にとっての正しさというのは自分の怒りを解消する方向に考えるでしょうね。自分の怒りをぶつける方向に考えていくかもしれません。で、これも正しくない考え方。そして愚かさ。愚かさ。この愚かさと思って何か物事を考えたら、その人にとったら正しいと思うけれども、当然他の人からしてみたらおかしいってことになるわけです。なので個々の貪瞋痴というものを離れた考えをするということが重要ですね。けれどもなかなかそうは言っても、私たちはこの貪瞋痴を離れて物事を考える
ということがなかなかできないんですね。知らず知らずのうちに自分の貪心地にとらわれて考えてしまう。そう。だから言葉で聞くと、八正道、小子優位ですね。正しく考えるんですね。一見分かったようで、これが簡単にはできないですね。さて、今回のネズミさんの相談の中で問題は何かというと、ネズミさんのお母様、お姉さんもおられるんですかね。で、この人たちがお父様の葬儀にあたって際してネズミさんを呼ぶか呼ばないかっていうことを含めて、しかもお亡くなりになったのが2020年のゴールデンウィーク頃ですよね。ものすごく神経質に世間がなっていた時だけれども、この時にやはりいろんなことを考えてネズミさん葬儀にですね、通夜葬儀のことを伝えなかった。でもお母さんにしてもお姉さんにしてもこれは良かれと思っておそらくなさったことなんでしょうね。いずれにしてもどう考えてどう判断するかっていうのは、これはネズミさんの思いとは反してお母さんが考えた。でそのお母さんとかお姉さんとかが考えられた。でもそれはお母さんやお姉さんたちがそう考えた背景には世間のプレッシャーとか、ちょうどコロナの時でね、いろいろな神経質にみんながなっていたという状況の中で、一つのネズミさんを通夜葬儀の日にちをネズミさんに知らせないで先に済ませるという選択をなさった。さて、ネズミさんの問題は何か。そういった事情はわかるけれども、骨を拾いたかったっていうその思いですね。でこの思いを持つことが悪いというんじゃないけれども、さてネズミさんが今そう思ったところで、お父さんの骨はもう拾えるのかって言ったら、もう通夜葬儀は終わってしまいましたから、そこに戻ることはできませんね。でもそこへ戻ることができないけれども、そこへ自分は呼ばれなかったっていう何か家族に対しての不信感みたいなものも合わせて、それが後悔として残ってしまう。さて、正解不正解ではなくて、家族でありながらお互いこの難しい状況の中でね、自分でこれが正しい選択と思って判断したことが、お互いのコミュニケーション、考え方の違いによって、そしてここに親子の大きな溝ができてしまった。そしてまたネズミさんに一つの後悔が残ってしまったというのが今ここで起きていることですね。さて、そこで処方箋なんですけど、ネズミさんが私の一問一答をご覧になっていて、そして今回こうして質問をくださったというからには、ぜひブッダの正しい物事の見方ということをここでね、小子優位の仕方ということを改めて思い、そしてこれをなかなか頭ではわかるけど心で受け入れられないという状況かもしれませんが、ぜひ自分の気持ちをもう一度改めてブッダの知恵を持って眺め直していただければと思うんですが、まずね、処方箋。先ほど言いましたお父さんの死に際してその通夜葬儀、この日にちを伝えて、来るか来ないかということの判断で、これをですね、お母さんがいろいろな思いの中からネズミさんにあえて知らせなかった、ね、この判断が正しいか正しくないかって言ったら、これは正しいとも言えないし正しくないとも言えなかったんです。その時にはこれはちゃんと理解をしてください。実際特に田舎の方ですとね、コロナにかかった人が本来ならばコロナにかかってしまったということで
田舎の方の昔から結びつきがある地域の人たちがですね、守らなければいけない。ね、もし誰かがコロナにかかってしまったってなったら、そのコロナが広がっていくことを恐れる気持ちはわかりますけれども、仮に自分だったとしたら、ね、自分がそうやってコロナを患ったとしたら、周りの人たちが会わないまでもね、例えば食べ物を届けたりして助ければいいじゃないですか。ところが田舎で起きていた現実は何かというと、コロナにかかった人がいたら、みんなでそのことを恐れて、そしてついにコロナを発症した方が引っ越しをしなければならなくなったという状況にまで追い込まれたということが田舎の方では起きていました。コロナの時にね。表には出てこないけれども、いろいろなことが人々の間で起きていました。みんなこの小私有ということができないんですね。自分が恐れるがあまり他人を攻撃したり、自分が恐れるがあまりさまざまな誹謗中傷を他人にぶつけたり、自分のストレスや怒りを他人にぶつけたりということが日本中で起きてたわけです。いや、日本だけじゃない、世界中で起きてるわけですね。でこんな中でお母さんがネズミさんに声をかけるということがどういうことなのかって、これまたネズミさんの感覚と地元にいるお母さんの感覚では違ったということですね。一言ネズミさんに一応こういうことで通夜葬儀決まったけれども、戻ってくるか戻ってこないかっていうのはあなたが考えてとかね、そういうことを一言言えばよかったんですけど、ひょっとしたらそれ以上にコロナ禍の非常に神経質に皆さんがなっている状況の中でね、いろいろ考えてお母さんは判断なさったんだろうと思いますね。でそれが正しかったか正しくなかったかということは後で誰かが何かを言うことはできるけれども、その時お母さんのベストであったんだろうと思います。それを今責めても仕方がないっていうことですね。で、じゃあどうしたらいいかって言ったら、まずネズミさんが大事なことは何かというとね、ネズミさんがお父様に対して、お父様の死に際してね、供養をするっていうことなんですよ。で、供養というのは必ずしも骨を拾うことではない。ネズミさんが骨を拾うが拾いまいが、お父さんはもう亡くなった後なんです。ね、で、大切なことは何かというと、このお父さんの通夜葬儀、その後、喪に服すという期間がありますね。この喪に服すという期間に、改めてお父様が亡くなった後にね、お父様が残してくださった自分たちへの精神的な遺産って何だろうって。いろんな自分の知らないところでお父様もご苦労なさったりして、子供たちの育ちを支えてくれたり、お父さんはお父さんの人生はあって、お父さんの良きところもあるし、ひょっとしたらお父さんの、ちょっと人としてこれは受け入れられないなというところを子供から見てもあったりするかもしれない。けどもそういうことも全部ひっくるめてお父さんの人生を回想し、そして自分の思い出とか感謝を回想し、そして供養するっていうことですね。で、供養するというのはこれ何度も言いますけども、一問一答で私も話してますけども、供養するということはね、残された遺族がこの亡くなった個人に対して何かしら感謝があったり思いがあるのであれば、それに対して報恩をするということなんです。感謝に対して報恩をするということがとっても大事なことなんです。報恩というのは恩に報いるということですね。父に育ててもらった、父に世話になった、振り返ってみたらいろんなその父の偉大さに気づいたとするのであれば、お父さんに対してその恩に報いなければならない。法事に行くと、お父さんが亡くなったお家にね、法事に行くと、あるいは通夜とか葬儀に行くと、お父さんでもいいお母さんでもいいです、個人に対して個人の好きだったものを備えたり、例えばビールを備えたりタバコを備えたり、
人によってはね、個人が好きだったバイクとかが会場に斎場に置いてあったりします。そしてみんなでね、野球が好きだったら野球の仲間が集まってみんなでバーッと送る、ね、でそれが供養だと思ってる人がいる。それももちろん供養かもしれないけれども、特に親子って親が亡くなった場合、親が子供に対してね、残された遺族に対して一番願うことは、家族がやっぱり仲良く過ごしていってほしいということ、家族が健康でいてほしいということ、子供がちゃんと生きてほしいということ、そんなことだったりするんですね。親が亡くなっていくときに、お前は俺の遺骨を拾わなかったとかね、お前は葬儀の時に、俺の葬儀の時にお前は参列してくれなかったとかね、お前は俺の好きだったマイルドセブンを備えろとかね、そんなケチくさいことを言うお父さんでしょうかね。私は違うと思いますね。生きてる時はね、私たち人間は欲がありますから、目も見える、耳も聞こえる、鼻も聞く、嗅ぐことができるし、口でいろんなものを味わうこともできるし、こうやっていろんなものに触れて気持ちいいと感じることもできる。この肉体を持っているがゆえにさまざまな欲があったりするわけですよ。ところがお亡くなりになってしまったら、それ全部なくなって自然に帰っていくわけですから。もし仮にですよ、仮にお父様の意識があるとしたら、それはね、霊魂があるかどうかということを私は坊さんの立場なので言うべきではないんですけども、仮にネズミさんの想像力を持ってお父さんが本当にどこかでお父さんの意識がネズミさんを今見てるとしたらね、そしてまた残されたネズミさんとかお母さんとかを見てるとしたらね、おそらくお父さんは言うと思うんです。ネズミよと、俺の骨は拾えなかった。それはまあ確かにその拾いたかったという気持ちがあるのはとっても嬉しいと。ただね、大事なことはネズミさんが自分が生前やっぱり伝えられなかったことも含めてね、やっぱりちゃんと生きてってほしいっていうことです。ね、親として子供にできることっていうのはたくさんあるようで意外にないんですよね。子供たちっていうのはもう10歳も過ぎればだんだん親から離れていきますから。そして親の言うことも聞かない時もあるでしょうし、親が帰ってきてほしいと思う時によそで遊びに行って彼女とデートしてとか、いろいろあるじゃないですか。でも親が子供に求めた時には帰ってこれなかったけれども、亡くなってからせめて骨を拾えなかったって言って今度子供は悲しんでくれてる。でそれはとっても嬉しいことだけど、やっぱり大事なことは何かっていうと、子供がちゃんと生きてってくれること、遺族の人がちゃんと仲良く過ごしてってくれること。どんな親子でもね、普段あまり会っていなくても、ある家族の中の一人の人が亡くなるということは、やっぱりその家族のバランスが大きく崩れるんですよ。そしてこの大きく崩れたバランスが時間をかけて新しくまた再生していくっていう過程がこの喪中という期間なんですね。喪に服すという期間なんです。でこの時にね、骨を拾えなかったという理由でネズミさんがずっとどこかで怒りを抱えている。お母さんもその怒りをどこかで感じる。なんでって。なんで、怒りっていうのはカーってなって怒鳴るっていう意味じゃないですよ。どこかでなんで俺に声をかけてくれなかった。俺だってお父さんの骨を拾いたかったっていう思いはやっぱりお母さんとかお姉さんとかに伝わるんですよね。ネズミさんもそう思ってる。お母さんもいや悪かったねって。あの時にね、声、本当であれば呼んであげなきゃいけなかったのにって。でもお母さんとかご家族は周りからいろんなことを言われて、自分たちも言われて、それを跳ねのけるという勇気もなかったし、逆にネズミさんが遠くから帰ってきていろんなことをね、都会から帰ってきたのかって親戚や近所の人から言われるということを恐れたかもしれない。ね、けれどもそれがまた言えなかったということなんです。誰も今まで経験したことがなかったんですから、あの時の状況はね。今だから言えるけど、あの時だったら言えないというのがそれぞれの中で事情としてあったんでしょうね。けれどもお母さんは今でもそのことをおそらくどこかで、ネズミさんがそのことを悔いているがゆえにね、お母さんもまた同時に悔いて苦しんでいらっしゃるんだと思うんです。時間が解決するのではないでしょうか。果たして正解はあるのでしょうか。
問題はネズミさんの中にあるんです。ネズミさんが今のこのあの時の状況をありのままに理解するのであれば、お母さんにも何が正解なのか分からなかった。ネズミさんにもどうしていいか分からない時ってあるじゃないですか。結果としてなんで俺を呼んでくれなかったんだってことはあるかもしれない。でもそれはそれでもう終わったことなんですよ。ですよね。で、終わったことなんです。でもお父さんに対しての供養は終わってないんですね。感謝報恩は終わってないんです。お父さんが今何を一番望んでるかって考えてみたら、残された遺族の人がね、その後自分の骨を拾えなかったことでどこかでそのしこりを抱え続けて生きていくっていうことは最も辛いことだと思いますよ。お父さんだってお母さん残して死んでいくっていうのは当然心配でしょうし、自分が死んだ後どうするかな、この人たちはどうするかな、みんな元気でやっててくれるかな、仲良くやっててくれるかな、草葉の陰からそんなことを思って見てらっしゃるかもしれない。時間が解決するんではないんです。正解があるんではないんです。その時のあの時の状況をネズミさんが正しく思意するのであれば、ちゃんと理解するのであれば、それは恨むことではない。理解すべきことです。正解があるのではない。理解するんです。あの時何が起きたのかって。時間が経ってみれば何とでも言える。でもその時その状況でお母さんはそれがベストと判断したんでしょうね。で、ネズミさんに理解してほしいことは、骨を拾うとか拾わないということ、そんなことに執着をするのであれば、お墓参りを思いついた時に行けばいいんじゃないですかね。そしてその感謝報恩ということを本当に理解するのであれば、お父さんが何を一番喜ぶのか、亡くなったお父さんが何を一番望んでいるのか、そのことを汲み取ってネズミさんがちゃんと生きることです。悲しいのはネズミさんだけじゃないですね。お母さんもそう、お姉さんもそう。縁のあった人がみんな同じような状況で選択をどうしたらいいかに迷い、でもお父さんが亡くなった後のショックというものもまだ癒えていない。まだこれでようやっと一周期ぐらいだと思うんですね。もうすぐね、5月だと一周期ぐらいだと思うんですね。まだまだ悲しみが癒えてないんです。それはネズミさんだけではない、お母さんも一緒。今ネズミさんの家族がやらなければいけないことは、お父さんの死をきっかけにバラバラになることではない。お父さんの亡くなったということをきっかけにもう一度家族のつながりを、そして自分の余生を、あり方を、生き方を見つめ直すこと、これが供養なんです。これを理解したならば時間が解決するものではない。ネズミさんの正しい理解があれば瞬時に解決することなんです。ということで、どうぞいろいろな思いがありましょうけれども、主を思意ということ、正しく理解するということ、自分の欲や怒りや愚かさを離れて、その時に起きたこと、今ネズミさんの家族に起きていること、これをきちんと見る。そしてお父さんに対しての感謝の気持ちがあるのであれば、その恩に報いるということはどういうことなのか、お父さんが今何を望んでいるのか、お父さんは何を遺族に願っているのか、これを正しく思意してください。この問題は時間が解決するものでもなく、正解があるものでもありません。ネズミさんが正しく思意することによってすぐに解決する問題です。
お父様のご冥福とねずみさんのご家族のご健勝をお祈りしております。